あなたはふとした瞬間に昔の街並みや人々の営みを思い出すことはないだろうか。そんな時心に浮かぶのは昭和の時代特有の風景かもしれない。例えば華やかな商店街を歩く靴磨きの少年や人々を魅了した水芸人のパフォーマンス。これらは今ではなかなか見ることのできない風景だが、僕たちの心の中にはその色褪せない記憶が残っている。今回はそんな昭和時代に栄えた、しかし今では忘れ去られつつある職業に焦点を当てたいと思う。当時のことを思い出しながらゆっくり見てもらえればと思う。覗きからくり。昭和の日々を彩った覗きからくり。僕らの心に残るあの小さな冒険。祭りのにぎわいの中、子供たちがこぞって集まったあの木製の箱。なけなしのお金を渡して覗き込めば、ふっと小さな世界が目の前に広がる。そう、あれは僕らにとって特別な魔法だったんだ。見てみるか。友達が耳打ちしてきた時の心躍るあの瞬間。覗き穴から見えるのは動く人形や変わりゆく風景。小さな窓から覗くその世界は僕らの想像力を限りなく膨らませた。昭和の時代、手に入る娯楽は限られていたから、この覗きからくりは僕らにとって小さな箱の中に広がる大きな宇宙だった。しかし時代が変わり、覗きからくりは少しずつ姿を消していった。新しい技術がもたらす輝かしい世界の前に、この小さな魔法は色あせてしまったのかもしれない。だけどあの時感じたワクワク、ドキドキする感覚は今もなお心の奥底に残っている。今改めて思い返すと、あのシンプルな娯楽がいかに素晴らしかったかがわかる。もしも今覗きからくりがあったら、僕らはまた同じように心躍るのだろうか。答えは言うまでもない。あの日々が特別だったのだ。傷痍軍人の演奏。昭和の時代、街の隅々に響いていた傷痍軍人の演奏。彼らは戦場から消えぬ傷跡とともに心を込めて音楽を奏でた。そう、彼らの音楽はただの娯楽ではなく、深い悲しみと希望が交錯する生きる力の象徴だった。ねえ、あの音楽を聞いたことがある？祖父はよくそう言って昔話を始めた。祖父が少年だった頃、町の広場で傷痍軍人がハーモニカを吹いていたという。その音色は戦争の悲劇を乗り越えた人々の魂の叫びのようで、聞く者の心を深く打った。祖父が話す中で、あの音楽はただのメロディー以上のものを伝えていたことがわかる。それは失われたものへの追悼の念と、どんな困難も乗り越えていくという強い意志の表現だった。祖父はいつも、あの音楽があったからこそ自分たちも元気をもらって前を向いて歩いていけたという。今ではその傷痍軍人による演奏を耳にすることはほとんどない。どんなに辛いことがあったって力強く生きていく。この話を聞くたびに僕はそう思うのだ。靴磨きの少年。昔の昭和の街角では靴磨きの少年たちが活躍していた。彼らは小さな箱を背負い、磨き布とブラシを手に通りすがりの人々の靴をピカピカに磨き上げていた。その背景として第二次世界大戦の敗戦以降の社会の貧困や戦争孤児の不老児化が挙げられる。彼らはシューシャインボーイと呼ばれていた。あの靴磨きの少年たち覚えてる？知人がよく話してくれた話の中にこんなエピソードがある。彼が通勤途中、いつも立ち寄っていた靴磨きの少年がいたそうだ。その少年の手際の良さと靴を磨くたびに見せる笑顔が心を温かくしたと語っていた。その少年はただ靴を磨くだけではなく、人々との会話を楽しむことで町の人々との小さなつながりを作っていた。おはようございます、今日もいい天気ですね、と挨拶を交わしながら靴を磨く。そんな彼の姿は戦火の煽りを受けたことを感じさせない力強さを感じるものだった。どんな地獄や辛いことがあっても楽しく生きることはできる。仕事で少しミスしたくらいで悲劇のヒーローを気取るのはやめようと思ったきっかけ話でもある。縁やこら。かつて建築現場の地ならしや荷物運びを日雇いで務めていた女性たちがいた。彼女たちは力を合わせて重い荷物を運ぶ際、良いと負けという掛け声を上げながら働いていた。この掛け声から彼女たちは良いと負けと呼ばれるようになった。この言葉は地域によっては縁やこらとも呼ばれていた。良いと負けの仕事を担っていたのは家族が多く経済的に苦しい家庭の主婦や夫を亡くした女性が中心だった。その時代、女性ができる仕事は限られており、厳しい肉体労働であっても家族を支えるために一生懸命働く姿があった。ある日偶然、良いと負けの仕事をしていたというおばあさんに出会った。あの頃は大変だったけどみんなで支え合って生きていたよ、と彼女は言った。彼女の目は遠い昔を思い出しながらもどこか懐かしさと誇りを帯びていた。僕はその話を聞きながら
現代の僕たちが忘れてはならないことがあると思った。それはどんなに時代が変わっても人々が互いに支え合い共に歩んできた歴史の重みとその中で生まれた絆の大切さだ。縁や子らの女性たちが示した助け合いの精神は今の僕たちにも大いに学ぶべきことがある。活動弁士。映画館で映画が始まる前、スクリーンの前に立つ一人の人物がいた。彼こそが活動弁士。昭和の映画館を彩った芸術の一つだった。さあ皆さん、今からお見せするのはと彼の声が館内に響き渡る。映画にまだ声がついていない時代、この活動弁士たちがいたからこそ映画はただの映像ではなく生きた物語として観客に伝わったのだ。昔はね、映画に声がなかったから僕たちが声を吹き込んでいたんだよ。活動弁士をしていたという男からこんな話を聞いた。彼の仕事は映画のセリフを読み、時には登場人物の心情を声色や語り口で表現すること。映画と観客をつなぐ大切な役割を果たしていた。ある日、僕は特別な映画の弁士を務めることになったんだ。その映画は戦時中の家族の物語を描いたものでね、観客の中には実際にその時代を生きた人も多かった。僕は彼らに寄り添うように心を込めて語ったよ。映画が終わると多くの人が涙を流していた。あの瞬間、僕は活動弁士として何かを伝えることの意味を深く感じたんだ。そう語っていた。活動弁士という職業は映画に声がつくようになると徐々に姿を消していった。今の映画もいいが、活動弁士スタイルの映画も見てみたいものだ。僕の好きな欅坂46のメンバーが脱退した時は大変ショックを受けたが、推しは押せる時に押せという言葉はいつの時代も真実なのである。蕎麦屋。昭和の日々を彩る数々の職業の中でも蕎麦屋は得意な存在だった。終戦間もない頃、国鉄や私鉄の駅は復員兵や引き上げ者であふれ、列車への一席を確保するために前日から列に並ぶという光景が日常となっていた。そんな中、蕎麦屋たちは早朝から列に並び、その場所を欲しがる人々に高額で転売することで生計を立てていた。おい、この場所いくらで買う？という声が駅のどこかで聞こえてくるのが当たり前の時代、彼らは巧みに列の先頭を確保し、待ちわびる人々の切実な願いを正気と捉えた。昭和22年の大阪では一晩で200円前後を稼ぐことができたという。現在価値で6000円から1万円ほどの価値となるので、当時なら大層な稼ぎである。だがこの商売は当然公正とは言えないものだった。長時間辛抱強く列に並んだ人々の努力を無にし、結局はお金を持っている者が優位に立つという不平等な構造を生んでいた。しかし駅の職員たちの多くはこれを黙認することも多かった。今転売ヤーたちが問題になり、デジタル化しているが本質は変わらない。安く仕入れて高く売る。商売の本質であるこのビジネスがなくなることはないのだろう。紙芝居屋。昭和の時代に子供たちの心をつかんだ紙芝居屋。彼らは色鮮やかな絵と物語で小さな目を輝かせた。街角や公園で紙芝居の箱を背負い、集まった子供たちに囲まれながら、紙芝居屋は一枚一枚の絵をめくり物語を紡いでいく。その声に耳を傾けると、まるで別世界へ連れて行ってくれるような魔法にかかるんだ。おい、今日の紙芝居は何の話だ？そんな風に子供たちがワクワクしながら聞いてくる。紙芝居屋のおじさんはいつもニコッと笑って、今日はね、勇敢な侍の話だよと答える。彼の話にはいつもドラマがあって、勇気や友情、時には悲しみもあった。でも最後にはいつも心温まる結末が待っている。僕が特に心に残っているのは、ある冬の日の紙芝居。雪がちらつく寒い日だったけど、僕らは紙芝居屋のおじさんが来るのを心待ちにしていた。その日の話は、遠い国で迷子になった犬が困難を乗り越えて家族の元へ帰る物語だった。犬も家族を思うんだねと、僕はその話に深く心を動かされた。しかし時代は変わり、テレビやゲームが娯楽の主流となった今、紙芝居屋の姿を見ることはほとんどなくなった。あなたの好きな紙芝居は何だっただろうか。水芸人。昭和の時代、夏の祭りが街にやってくるとね、水辺に人々が集まった。そこでひときわ目を引くのが水芸人のパフォーマンスだった。あの頃の水芸人はまるで水上の魔術師で、船を使って川や池で見事な芸を披露してくれた。おい、見てみろよ、あの動きすごいぞ。祭りの夜、友達と肩を寄せ合ってみた水芸人のパフォーマンス。彼らは水上で軽やかに舞い、時には大胆に水しぶきを上げながら観客を魅了した。
その姿は今思い出しても心が躍る。水芸人の技はただの見せ物じゃなかった。船の上で繰り広げられる彼らのパフォーマンスは何年もの厳しい修行と水との対話を得て磨かれた芸術。彼らはまるで水そのものと一体になって流れるような動きで私たちを楽しませてくれた。ほら、あの動き見たことないぞ。友達が指さすと、水芸人の一人が船を操りながら驚くべき曲芸を見せつけた。その瞬間、周りの観客からは感嘆の声が上がり、私たちの間には感動が共有された。今でもお祭りに参加すると水芸のことをふと思い出すのだ。タイピスト。昭和時代、タイピストは文字通り文章を打つプロとしてオフィスに必須だった。タイプライターがカチャカチャと音を立てるのがあの頃のビジネスシーンの象徴的な音だったんだ。ねえ、タイプライターを見たことがあるかい？親戚のおじさんが僕にそう尋ねた時、僕はまだ小さかった。彼は自宅の押し入れから古いタイプライターを取り出して見せてくれた。その重厚感と鍵盤を打つたびに紙に文字が刻まれていく様は僕にとって新鮮な驚きだった。彼は若い頃事務員として働いていたんだ。彼が語るにはタイピストは書類作成のプロで、その正確さと速さが求められた。タイプライターの鍵盤を見事に操る彼らの指はまるでピアニストのようだったという。特に重要な書類を打つときはその集中力と緊張感が半端なかったそうだ。なぜならミスをすると基本的に修正が効かずにやり直しだからである。お仕事って大変なんだなと子供ながらに思ったものだ。倒産屋。倒産屋とは昭和29年頃の大阪でよく見られた悪徳業者のことだ。戦後の混乱などで特に昭和29年には日本は深刻な不況に陥っていた。中小企業は特に打撃が大きくて、そこに目をつけたのが倒産屋。これらの業者は倒産しそうな、あるいはすでに破産宣告を受けた企業から在庫品を安く買い取ってはそれをよそで高く売りつけて大儲けしていた。ねえおじいちゃん、この靴どこで買ったの？ある日僕がおじいちゃんに尋ねたんだ。おじいちゃんが履いていた靴はどこか懐かしく、でもどこにでもあるようなデザインじゃなかった。おじいちゃんは少し微笑んで、これはね、昔倒産屋だった知人から買ったんだよと教えてくれた。おじいちゃんはコーヒーを一口飲んでから話し始めた。昭和の時代、日本は大変な不況にあったんだ。そんな時、倒産屋っていう業者がいてね。彼らは困っている会社から商品を安く買い取って、それをもう少し高く売るんだ。おじいちゃんの話を聞いていると、昭和の時代の人々の生活が目に浮かんできた。それは決して簡単な生活ではなく、毎日が生き抜くための戦いだったんだろう。倒産屋の存在はそんな時代背景の中で生まれたもので、悪徳なやり方ではあるがずる賢く生きる知恵でもある。おじいちゃんがその靴を大切にしている理由もなんとなくわかる気がした。それは単なる靴ではなく、昭和の時代を生き抜いた人々の苦労や努力、そして生きる知恵が詰まった価値のあるものだったんだ。以上、僕たちが一緒に振り返ってきた昭和時代に消えた職業たち。それぞれが持つ独特の物語や彩りは、あなたにとってどんな感情を呼び起こしただろうか。覗きからくりの奥深い技術や、活動弁士の熱い情熱、さらには靴磨き少年の懸命な生活。これらはすべて、過ぎ去った時代の息吹を今に伝える大切な証だった。あなたの中にも、忘れられない昭和の記憶があるかもしれない。この動画を見て、何か思い出したらぜひコメントで共有してください。一緒にあの頃の思い出に浸りましょう。まだチャンネル登録されていない方はぜひこの機会にお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。